中に入ってったよな、あの猫。あれ、どこに行ったんだ？てかここって、やっぱりここ王神さんの幻影で見た建物だよな。写真館か？勝手に入ってきちゃったけど大丈夫かな。すみません、誰かいますか？ずいぶん静かだな。もしかしてもう空き家になってるとか？いや、ちゃんと人が住んでいる。うわっ！王神さん！どうした？急に大きな声を出して。いきなり声かけられたらビビりますよ。あんたただでさえでかくて圧があるのに。ああ、人には俺たちの気配がわからないのか。やはり忘れていることが多いな。というか王神さん、こんなところにいたんですか？めちゃくちゃ探しました。ここの家主と会っていたんだ。家主？日向も挨拶するといい。ついてきなさい。古いけど大きな写真館ですね。あちこちに写真が飾られてる。昔は新津市で一番有名な写真館だった。へえ。さあ、着いたぞ。彼がこの写真館の主人だ。いきなりお邪魔してごめんなさい。祭壇と写真？ああ。この写真の子はあの幻影に写ってた子？王神さん、どういうこと？家主さんは？死んだってことでしょ。うわっ！猫が喋った！うるさいな。仕方ない。話が進まなさそうだから姿を変えてあげる。誰？旧友だ。はあ？ただの知り合いの間違いでしょ。王神さんのご友人？知り合い。すみません。知り合いさん。状況が全くつかめないんですけど。状況も何も見ればわかるでしょ。これを回収しに来たんだよ。古いカメラ？幻灯機だ。これが？そこでぼんやりしてる変人がこの写真館の主人に貸してたんだよ。何のために？僕も聞きたいな。管理対象であるレガシーを人間に渡した理由。大した理由ではない。彼と出会ったのはここの飲みの市に出店した時だった。彼には息子がいたが出征して戦地で亡くなってしまったらしい。出会った時の彼は放っておいたら死んでしまいそうなほど落ち込んでいた。そしてしきりに繰り返していた。一目でいいから息子に会いたいと。だからこの幻灯機を貸したんだ。幻を映し出す機械？幻であったとしても会いたいものに会えたなら生きる希望を見出すかと思ったんだが。彼はどうなったんですか？ずーっとここで狂ったように幻を見続けたみたいだよ。それこそ死んじゃう直前まで。人というものは欲しがるものを得てもうまくいくとは限らない。ま、結果的に王神のおかげで長生きはできたんだからいいんじゃない？幸せだったのかどうかはわかんないけど。だけどここが人食い市場なんて呼ばれるようになったのは王神のせいだよ。人が手にしてはいけないものが手に入る。物に食われる人食い市場。ただの戯れのつもりだったのかもしれないけど、あんたの施しは人を狂わせた。でも
モールクエコーは人に施したことも簡単に忘れちゃうんだね。ああ、やだやだ。そうだな。このレガシーは僕が預かる。これだけ長期間人の手元にあったんだ。異変が起きていないかちゃんと調べないと。わかった。じゃあ僕はそろそろ帰るよ。こんな埃っぽいところにいたくないし。じゃあまたね、ひなた。なんで名前。ああ、消えちゃった。王神さんも王神さんの知り合いも急に現れたり消えたり、心臓に悪いな。王神さん？余計なことをしてしまっただろうか。写真館のご主人に幻灯機を貸したことですか？会えない相手に会えれば喜ぶと思った。人はいつも好きな相手が死ぬと悲しむようだったから。だからレガシーを貸した。そこまでして私は施すだけ施した挙句、自分のしたことも今まで忘れていたんだ。俺にはよくわからないですけど、幸せだったんじゃないですか。幻でも息子さんに会えて。そう思うのか？思います。この写真館のご主人はきっといい親だったんですよ。子供をちゃんと愛してて大事にしてた。うちとは違って。どうした？いえ、なんでもないです。それよりお腹すいたな。スーパー寄って帰りませんか、王神さん。ああ。何ですか？いいや。じゃあ先に玄関の方行ってますね。ひなたはなんで王神と一緒にいるの？叶えたい願いないの？俺の願いはみんないなくなれ。